こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、このエンダーマンを倒したところまでです。うるさかったわね。で、この廃校拠点近くにあった要塞のレンガなのですが、ちょうどうまい具合に、砂利の場所まで来ないと見えないんです。つまり、足りなかったのはあと2歩だけだったのね。さて、この拠点に来るのはほんと久しぶりです。あれ？最近2回も見たような。44個の大収穫でした。さて次は、ここからなんとか要塞の入り口まで道をつなげたいところです。多分こっちの方向でしょう。なんで今更つなげるの？これからリスポーン拠点で、風車型ブランチマイニングを始める予定なんですが、途中で何度か、木材補給する必要があるんです。要塞入り口まではレールが這わせてありますので、ここが開通したら色々便利です。この辺かな？おーよしよし、無事開通しました。10分少々かけて、廃校拠点の荷物の大半を、中央拠点に持ってきました。これでなんとなく一段落したわね。これからどうするの？大きなものは3つありますね。経験値稼ぎとエンダーマン探しはブランチマイニング中に行います。今、6スタックほどある木材が尽きたあたりで、廃校か要塞探索して木材を集めます。やっぱりゾンビスポーンの経験値トラップは使わないのね。経験値稼ぎなら採掘で足ります。スポーン活用は、村人ゾンビの治癒アイテムが揃ってからですね。さて、リスポーン拠点に戻る前に、1024地点側に設置してたレールを回収します。この辺りの範囲ですね。で、これに少しレールを作り足して、縦のラインにレール設置してしまいます。リスポーン地点から中央拠点までの移動の軽減と、後々のトロッコ実績解除とを兼ねてます。20分ほどの作業でリスポーン地点までレール引き終わりました。今後の活動拠点はここですので、色々手を加えます。まずは階段下の場所から手を入れてきます。ここは最上層の岩盤を調べるときに掘った場所なんですが、土があるのを活用しましょう。水汲むついでに、鉱石採掘で経験値をレベル30まで貯めました。よし、これで完成ですね。岩盤が松明置き場にちょうどいいわね。さて次は、先ほど作った本棚を並べていきます。階段途中に部屋を作りました。中2階ですね。つまり岩盤が1階なのね。まあ、ある意味岩盤スタートだからそうかもしれないけど。すぐ近くに溶岩があって、燃え移ってしまうとかないかしら。本はいっぱい残ってますから万一燃えても大丈夫です。よし、ちゃんと起動してますね。アイテム整理も終わったし、それでは早速エンチャントしてみます。まずは耐久力3が欲しいですね。確率3分の2です。来たは来たけど、幸運3が来てしまいました。運がいいわね。運はいいですけど、かなどこの修理コストを考えると、これ通常の採掘用には使いづらいです。ダイヤは当面は入り用ではないので、先に通常採掘用のものが欲しかったところでした。さてそれでは、風車型ブランチマイニングを始めます。ついにこの時がやってきました。ほんと長かった。密かに、すごく待ち遠しかったんですよ。やっぱりテリーは炭鉱夫の血筋なのね。当面の間はレッドストーンは積極的に掘り、レベル30までの経験値を何回も貯めます。
抜けた。1周目終了です。風車型でも、かまどを設置して周回数を数えましょうか。かまどってほんと便利ね。簡易収納や明かりにも使える上に、材料コストが安いのが魅力です。そういえば、まだ鉄つるはしを使っているわね。エンチャントないうちは効率いいですからね。まあでも、今インベントリにあるものを使い切ったらダイヤに切り替えます。さてかまど2つ目設置完了です。お、4日掘りの跡地ですね。ここは火は差し込んでいるのかな。見分けづらいわね。でもどうしたの？実は、火が差している場所にビーコンを設置しようと思ってるんですよ。起動するには上からの強い光が必要らしいです。人工の光でも起動はするそうなんですが、やっぱりビーコンの光が空を貫くのを見たいんですよね。これでかまどは3つ目。3周目に入ります。おや？ここは何度かリスポーンした跡地ですね。こうしてみると、結構な回数死んでいるのよね。苦しかった時期です。またありました。雨音がしてますが、ここは降り注いでないですね。ここも葉っぱで影になっているようね。3周目終了しました。ちょっと統計見てみましょうか。ダイヤ鉱石は79個になってますね。最終的には750個前後になりそうです。かまどは4つ目です。4周目に入ります。1分ほど掘ったところで、天井から溶岩が垂れてきてます。パソコンのスペック上がったので、パーティクルを全開にしてるんですよ。これわかりやすくていいですね。勘違いでなければ昔のバージョンでは、この高さの溶岩池なら溶岩の深さが1ブロックだったと思うんですけど。うわー溶岩来たー。どうしよう。丸石で埋めましょうか。黒曜石にしてしまうとかえって厄介よね。やっぱり深さが2ブロック以上ある場所がありますね。天井から滴る溶岩の位置がまばらだったので、そうでないかと思ってました。おや、ここは雨が降り注いでいますね。あ、ここは、2階ダイブしたところね。ここだけ溶岩が流れてますね。間違いないです。ようやくここを埋められる日が来ました。こっちは深くて丸石置けないです。それ昔もやったわよ。もし置けてたら死んでないって。そうでした。これで4周終了です。今はラピスラズリは積極採掘対象です。レッドストーンよりも若干経験値が美味しいんです。では5周目突入します。ブランチマイニング初めて初ダイヤです。めちゃくちゃ掘りづらいんですけど。幸運3で4鉱石掘って、4つしか出ませんでした。運がないわね。6周目に突入します。何気にコンパスが結構便利なんですよ。常に風車の中心付近を指してくれます。お、鉄のツルハシがやっと着きました。ここからは無印のダイヤツルハシで進みます。ダイヤもったいなくはないの？棒の消費も考えると誤差の範囲です。で7周目突入です。
今のところダイヤの出が悪い？そう悪くないですよ。リスポーン地点の最寄りにあったダイヤは依然取ってしまってますから、あれを加えたら期待値くらいです。8周目に突入します。ブランチマイニングし始めてからは、モブと初遭遇です。さて、ざっと1時間くらい採掘しました。精錬すれば経験値がレベル30まで溜まりそうですし、一旦拠点に戻ります。それでは、キリがいいので今回はここまでです。ではまたね。バイバイ。ここから先はおまけです。要塞に3番目に接近していたシーンを調べてみました。19話目で、エンダーマンを探していた時に、フェンスで埋められていた箇所がありました。このフェンスです。この奥は段差があり、土が見えています。これが気になって調べてみたところ、このフェンスは10話目で、ベッド作成のために蜘蛛の糸を回収してた時に埋めたものでした。ちなみにこの時死んだらまた直下掘りでした。次のおまけは、要塞生成エリアについてです。この図は、3話目のおまけでお見せしたものです。13話で触れましたが、まずはこの枠を採掘して、要塞が見つからなければ枠外を採掘する予定でしたね。見つけた要塞は少々枠外にあったわね。この時点で見つかったのは運が良かった？いや、運が悪くなくて良かった、です。へえ。要塞はある程度広さがありますから、実際カバーしてたのはこの範囲にポータル生成された要塞あたりまでです。水色のほとんどをカバーしてるじゃない。なるほど、運が相当悪くなければ見つかるってわけね。はい。さて、今回採掘した範囲はおおよそこのくらいでした。なので、カバーしてたポータル生成箇所はこのくらいの範囲までです。こうしてみると、だいたい3分の1ほどカバーしてましたね。さて次の図面は、ワールドに120度間隔で3箇所生成される。という情報に基づいた3箇所の要塞配置です。算出はちょっと面倒でした。本当にその場所にあるか、そのうち調べてみようと思ってます。地下資源の宝庫だものね。おまけは以上です。ご視聴ありがとうございました。